はい、こんにちは。今日はね、トラックやっていきたいと思います。車タイプの乗り物はいくつか作ってるんだけど、今までと違って今回は電気で作るっていうのと、ある程度の荷物を乗せて走る想定ですね。ということで行ってみましょう。まず二輪駆動にしたいので、モーターを両軸化します。この世界のモーターは時計回りにしか動かないので、逆側にも軸を生やして1本の軸で左右両方とも動くようにする改造ですね。ベアリングの軸がモーター本体と干渉しないことを利用して、もともとついてる軸の反対側にも軸をくっつけて伸ばすっていう裏技なんだけど、裏技をできるだけ使わない私も割と普通に使ってますね。よし。で、次に重要になってくるのが車輪。これをできるだけ丸く作れるかどうかがかなり走りに影響してきます。なおかつ左右が同じサイズになってないと直進しないので、均等に同じ長さを作れるような装置を作ってシャフトになる部分を作っていきます。で、シャフトが出来上がったらその周りにタイヤとしての部品を貼り付けていきます。素材は直感的にはゴムが良さそうな気がするんだけど、以前ゴムタイヤを試した時はかなり飛び跳ねる動きをしたので、今回はプラスチックを使います。この世界では小さい物体は壊れやすいんだけど、大きい部品だと丸く見せるのが難しいので、折り合いをつけてこの大きさにしてますね。タイヤは手動で丸くしていってるので、細かいところではずれてるんだけど、このくらい丸くなってればいいんじゃないかな。よし、試しに電気を流してみると、ちゃんと回るし、おおむね丸くなってますね。手元が狂ってたりすると、この段階で車輪がブレて見えたりすることがあるんだけど、問題なさそうですね。よし、じゃあシャーシを作っていきましょう。今までの車はエンジンで火を使う関係上、燃えない合金とか燃えにくいプラスチックで作ることが多かったんだけど、電気だとその心配がないので木で作ってみましょうかね。ある程度耐久度がある大きさで作っとけば、ちょっとした弾みでは壊れたりはしないので、このくらいの大きさがあれば大丈夫かな。大きい部品は大きい部品で、いざ壊れた時の修理が大掛かりになるっていうデメリットがあるんだけど、今は補修材が実装されてて、完全に壊れる前であればダメージを修理できるので、壊れにくいっていうメリットの方が大きいですね。よし、シャーシが出来上がったので、次は後輪を作っていきます。前輪を作った時にちょっとシャフトが大きすぎたかなって思ったのと、タイヤが薄すぎたかなって思ったので、前輪と後輪の作りは微妙に変えちゃってるんだけど、車輪は左右が同じ大きさであれば直進性には問題がないので、大丈夫でしょう。
し、これで試してみると、おー、ちゃんと動きますね。っていうか、ここまですんなり動くっていうのは想定外だったんだけど使ってる電池は4本なんだけど、外装も何もない状態だとこれだけで結構動けてますね。上り坂で止まったりすることはあるんだけど、しばらく待ってたら急にパワーが上がったりするので、伝達までに時間がかかる時があるのかな。とにかくおおむね問題なく動いてます。タイヤは作った後って大きすぎるかなとも思ったんだけど、これだけ段差が多いところだとこのくらいの大きさでちょうど良かったみたいですね。まあそんな感じでテスト運転をしてる間にこの島の端っこまでたどり着きました。もともとあまり大きくない島ってのは分かってたので、テストとしては十分でしょ。よし、ベースに問題ないことは確認できたので、次はスイッチの仕組みを作っていきます。平坦なところだとそんなにパワーが必要じゃなかったのと、坂だと結構必要だったので、スイッチを2系統作って、片方は電池2本、もう片方は電池3本で、両方オンにするとフルパワーで電池5本の電力で動くように作ってみました。ちょっとスイッチの操作はもっと改良の余地がありそうなんだけど、この辺は壊れた時の修理を考えるとシンプル設計の方が良かったりもするので、ひとまずはこんなもんでいいかな。あとは仕上げにボディを作っていきましょう。ある程度トラックっぽくなるような見た目で、前面は軽く衝突しても大丈夫なようにゴムで作っとくとして、あとは木で作っていこうかな。荷台はほぼ飾りなんだけど、周りに柵を作ってみた感じ、かなりトラックっぽくなりましたね。ある程度形になった段階で探索に行くための荷物を積んでいきます。武器としてタングステンブレードと回復用のリンゴ、車体がダメージを受けた時用の補修材、部品が破損した時用のベアリング、ゴム板は部品としても使えるし盾としても使えるので、これも持っていっとこうかな。あとは電池が持つかどうかわからないので追加で載せようと思ったんだけど、こうしとけば電池が減った分を自動で充電してくれるような予備バッテリーとして機能しますね。よし、これでトラックが完成しました。まあかっこいいとまでは言わないんだけど結構いい感じにまとまったんじゃないでしょうか。では早速行ってみましょう。走り出しの坂でちょっと詰まったりもしてるんだけど、やっぱり電気が伝わるまで数秒かかったりすることがあるみたいですね。負荷が高い時にそうなるのかな。よし、動き出しました。で、左右の動きは車体を掴んで動かす力技方式です。大きな方向転換が必要な時は
停車してから手で向きを変えたりしてますね。この大きさなら大丈夫なんだけど、将来的に大型化するようだったら重くなって手で動かせなくなりそうなので、いずれハンドル操作ができる仕組みも必要になるかもですね。そんな感じで進んでいきながら、いろいろとお宝を拾っては荷台に積んでいきます。下り坂のことを考えると、ブレーキがあった方が良かったかなってのは思ったんだけど、まあこの辺の地形の場合だと平らなところまで行けば止まれるので大きな問題はないかな。あとは今回は設計に含めなかったんだけど、バックもできるようになれば便利ですね。ちなみにタイヤは小さくするほどパワーが出て、大きくするほどスピードが出るんだけど、小さすぎると段差に引っかかるし、大きすぎると坂を登るパワーが足りなくなったりするので、この辺は目的とか車体の大きさとかと折り合いをつけながら調整しないといけないところですね。今回はある程度のアクロをある程度の荷物を積んで、ある程度のスピードが出るようなオールラウンド型を目指してたので、かなりちょうどいい感じになりました。そんなこんなんでいろいろゲットして本拠地に戻ってきました。ということでトラック作ってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。思った以上にすんなり動いてくれたし、戦利品としてはタングステンとか銀とかをゲットできたし、あとは傾斜を大量に積んだんだけど、それでも十分な動きをしましたね。この後ここに来た時の道を戻る感じで山の方に行こうと思ったんだけど、この坂が急すぎて何回試してもダメだったので、ここは電池の本数を増やしてクリアしました。スイッチ1つあたり電池を1本ずつ増やして3本と4本のスイッチですね。両方オンにすれば7本分のパワーが出るようになったので、この荷物でこの坂だとなんとか登れました。よし、飛行機を置いてある噴気口までたどり着きました。まあ何をやりたかったのかというと、次はこいつの出番なので部品とかを持ってきたわけなんだけどね。で、陸路での中距離移動でこれだけの荷物を運ぶことに成功したので、次は空路での長距離の運搬を試してみたいということで、次回は輸送機やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。